皆様、ナマステ、インドカレー主婦です。今日も動画を見に来てくださってありがとうございます。いつもご視聴の皆様は驚くかもしれません。何がって、音声付きだからです。わら。ちょっと今回はビリヤニについてしっかり説明をしたかったので、長い活字を読むのは大変かと思い、音声をお借りして入れています。今日は、旨味を閉じ込めながら調理ができるストーブ鍋を使ったビリヤニの作り方を紹介します。今回、一緒に炊き合わせたのはお野菜です。中でもビリヤニの中に入ったホクホクのじゃがいもが個人的に大好きで、大きめにカットして入れるところもポイントです。ちなみにベジダムビリヤニのダムは蒸気を利用した調理方法で、密封した鍋で長時間弱火にかけて調理します。おそらく一番有名なのは、チキンビリヤニかと思います。以前チキンビリヤニのレシピも紹介しているので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。とは言っても、家で一からスパイスを揃えて、いつもと違うお米を買うのかと思うとハードルが高いですよね。今はオンラインでもスパイスやインド食材が購入できます。まずはバスマティライスをゲットしましょう。ちなみに我が家の近くの業務スーパーには 1kg のバスマティライスが売られていましたよ。そして、スパイスを揃えればそれ以上にメリットがあります。メリット1、スパイスを一度揃えれば、お好きな具材、例えば鶏肉を買えばあとは家にある食材でほとんどが調理できるので、節約になります。メリット2、スパイスの力で体の芯からポカポカになります。なんといっても、無添加のホールスパイスは天然のお薬のようなものですからね。メリット3、スパイスに慣れていくと自分だけのオリジナルの配合比率を編み出したり、ちょっとした探求心が芽生えて料理が楽しくなります。さらにおもてなしするととても喜んでもらえますよ。とは言っても、このチャンネルを見てくださる視聴者さんはすでにお家にスパイスがある方が多いような気もしますがわら。この動画でビリヤニ作りの3つのポイントをつかんでもらえれば、きっと失敗なく作っていただけるかと思います。また、何度か繰り返し作れば段取り上手になって、いつしかあなたのおもてなし料理の一つになるのではないでしょうか。そのくらい見た目も華やかな一品です。このチャンネルはインド人夫のために作るインドご飯のレシピを紹介しています。時にはインドネタも交えてお送りしています。いいねやコメント、チャンネル登録してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、早速その作り方を見ていきましょう。バスマティライスの計量で使うカップは、通常の日本米を炊く時と同じ計量カップで測っています。3から4人分ほどの分量です。お野菜をたっぷり入れるので、バスマティライスの量は1と4分の1カップあれば十分です。続いてボウルに水道水を入れ、優しく手で混ぜるようにして洗います。バスマティライスは細く、砕けやすいので優しく洗いましょう。そして数回、水が透明になるまでゆすぎ洗いします。洗えたら、このまま水を張った状態で約1時間浸水させます。あまりそれ以上、長く浸水すると、逆に炊き上がったお米が崩れやすい気がします。その間に野菜の準備をしていきます。今回はインドで使われるベジビリヤニのオーソドックスな野菜で揃えました。他にもマッシュルームやコーンなどお好きなお野菜で作れますよ。ここで1つ目のポイントの1。長めに火にかけるので煮崩れしないよう大きめにカットします。ちなみにポイント1は1の3まであります。人参は型崩れしづらいので気持ち小さめにしています。なぜなら私があまり好きでないから。続いてカリフラワー。カリフラワーは1房を4等分にします。小さめの房はカットしなくて大丈夫です。こちらはインゲン。インゲンはインドでもメジャーな野菜です。1本の長さを6等分していきます。そして最後にカットするお野菜はじゃがいも。もっと入れたいところですが、鍋がキツキツになってしまうので2個にしています。もともとのじゃがいもが大きかったので、1つのじゃがいもを12等分に切りました。
あとは画面左上に見えるグリーンピースも用意しています。続いてグレービーとなるヨーグルトにスパイスを混ぜていきます。先に混ぜておくと調理がとてもスムーズになりますし、特に先に混ぜても出来上がりの味の違いは感じられないのでこのようにしています。ちなみにヨーグルトは必ず無糖のヨーグルトを使用してください。インド人夫くんのおすすめの日本のヨーグルトはブルガリアかビフィダスだそうです。ご参考までに。そこへジンジャーガーリックチリペースト大さじ2、ターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ3、レッドチリパウダー小さじ1、デギーミルチ小さじ1、ガラムマサラ小さじ3を加えます。ビリヤニ用のビリヤニマサラとして売られているスパイスミックスもあります。お持ちの場合はガラムマサラと変更してください。続いてビリヤニの時は玉ねぎを油で揚げて一度お皿に揚げておく必要があります。その代用としてサラダのトッピング用で売られている手軽なフライドオニオンを使っています。だいたい大さじ3杯くらいでしょうか。あとはパクチーとミントの葉を一つまみずつ入れます。あればで大丈夫ですが、特にミントを入れると本場の味に近づきますよ。ここまで入れたら全体をよく混ぜ合わせます。続いてストーブ鍋に油大さじ2を入れます。ここでポイントには密閉できて長時間調理しても底が焦げづらい鍋を使うことです。そこでおすすめしたい鍋がストーブ鍋です。しっかりと閉まる重たい蓋にはピコと呼ばれる突起があり、アロマレインと言われている食材から出た水分が蒸気となり、小さな突起を伝い、水滴となって再び食材にまんべんなく降り注ぐ作りになっています。すごく美味しそうですよね。私としてはビリヤニ作りに最適だと自負しております。ストーブの回し物ではないです。ただのストーブ鍋の一ファンであります。また一部言葉はストーブのオフィシャルサイトから引用させていただきました。ですがお持ちでない方も、他にも鍋の下に鉄のフライパンを1枚かませて調理する方法があるようです。我が家に電子レンジがないように、ないものを知恵でやりくりするというのもとても好きな考え方です。他にうまくビリヤニが炊ける方法をご存知の方は、ぜひコメントでシェアしてくださいね。きっと誰かのヒントになると思います。調理に戻りますが、スパイスを混ぜたヨーグルトと塩を加え、グツグツと表面に油の分離が見てわかるようになったら、カットした野菜を加えます。全体をよく混ぜたら蓋をして2分ほど弱火で蒸して野菜に軽く火を通します。その間にバスマティライスを茹でるように大きな鍋にお湯を沸かし始めてくださいね。2分ほど経ちました。後ほどお米と一緒に炊き込むので、この段階でお野菜に完全に火が通らなくて大丈夫です。野菜がグレービーからほんの少し頭を出している程度になる分量の水を加えます。そう、こちらが失敗しないビリヤニ作りのポイント 1-2 のグレービーの水分量です。そしてポイント 1-3 は塩味濃いめにです。いつものカレー以上に濃くしておきましょう。味見をして少ししょっぱいかなと思うくらい思い切って塩を入れましょう。ちなみに塩は瓶に入った味塩ではなく 1kg 等でビニールに入って売られている食塩がおすすめです。いつものカレー作りもこの食塩を使用していますよ。今回はちょうど良い塩加減でしたので塩は追加しませんでしたが、皆さんは味見をして決めてくださいね。水を加えたので全体を優しく混ぜながら弱火で再沸騰を待ちます。小さくふつふつしてきたらパクチーとミントを1つまみ、フライドオニオンを2つまみを散らして入れて火を消し蓋を閉め、鍋をコンロから外します。いよいよ次はバスマティライスを茹でていきます。たっぷりのお湯が沸いたらベイリーフ2枚、シナモン小さめ1かけ、ブラックペッパー2粒、クローブ3個、グリーンカルダモン2個を入れ、ふっくら白く炊けるようにレモン果汁大さじ1を加えます。軽く混ぜたら塩小さじ2を加えます。お湯の量は約 2.5 リットルほどです。炊き込む元のカレーの方でしっかり塩を加えているので、これでもお米を茹でるための塩はやや控えめにしている印象です。ホールスパイスの香りを出すために鍋の縁から火が出ない程度の強火のまま 2-3 分沸騰させます。
そして浸水しておいたバスマティライスの水を切り鍋へ入れます。ここまで来ればあともう一息です。完成までもう少々お付き合いくださいね。優しく一周混ぜたら強火のまま再沸騰を待ちます。茹で具合は使用しているお米や季節によって変わるので、お米の具合をチェックしながら茹でましょう。再沸騰したら弱めの中火にし、お米の芯が少し残る程度8分炊きを目指します。これが失敗しないビリヤニ作りのポイント3のお米の下茹で加減です。この8分炊きというのが最初難しいと思うのですが、茹でていくとお米が半透明から徐々に白くなります。お米を指で潰して少し中心が硬いなってくらいまで茹でられれば完璧です。やけどしないよう指でチェックしてみてください。今回はお米をお湯に入れたところから約7分で8分炊きできました。意外に早いですよね。ご参考になれば幸いです。いよいよ最後のステップです。コンロから外しておいたストーブ鍋をもう一度弱火にかけ、まず1層目。そこへ茹で上がったバスマティライスを約半分入れます。お玉で優しく平らにしたら、ミントとパクチーを2つまみずつ、フライドオニオンは風味が出るので少し多めに入れています。色付けにインドではサフランを使いますが、我が家にはないので、ベギーミルチを入れ、少しレッドカラーになったら美味しそうかなと思い入れています。2層目も同じようにバスマティライス、ミント、パクチー、フライドオニオン、そして溶かしたギーを回し入れたら層の完成です。蓋をしっかり密閉させ、最初は中火で1分ほど、その後弱火で12分火を入れます。そして12分経ったら蓋を開けるのは我慢してそのまま20分蒸らします。こことっても大事。蒸らし大事です。そしてついにベジダムビリヤニの完成です。優しく鍋底からすくえば白と黄色、そしてお野菜の色とりどりのビリヤニが完成です。トマトチャトニやヨーグルトソースと一緒に食べてもまた違った美味しさになりますよ。ソースの作り方は過去の動画やショートにレシピを上げていますので、ぜひご参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。いやー、音声付きはいかがでしたでしょうか。今までの動画作成、過去1級入魂しました。わら。ぜひ感想をコメントにいただけると今後の参考、そして私の心の支えになります。よろしくお願いします。